教における愛としわねの象徴といえば間違いなくイエス・キリストですよね。これを聞いているあなたもおそらく彼に対して右の方を打たれたら左の方を向けなさいといった全てを包み込むような究極の優しさみたいなイメージを持っていると思います。そうですよね。歴史的にも貧しい人とか見慕られた人に寄り添う圧倒的に慈愛に満ちた姿が広く知られていますし、現代のポップカルチャーなんかでも大体そういう風に描かれることがほとんどですからね。で今回の深い探求、このディープダイブで読み解いていく資料なんですけど、その中で非常に驚くべきというか一種の数学的なパラドックスのような事実にぶつかったんですよね。はい。本当にそうなんです。一見すると矛盾しているような。そうなんです。イエス自身が残した言葉を統計的に見ていくと、実は天国について語った回数よりも地獄について語った回数の方が圧倒的に多いんですよ。まさにパラドックスですよね。究極の愛を説くはずの存在が最も過酷で絶望的な場所について、誰よりも失笑に警告を発しているんです。これちょっとびっくりしますよね。この一見矛盾する事実は一体何を意味しているのか。今回私たちが読み解く情報源は全10ページのスライド PDF で、タイトルが神がいないところ、これが地獄であるというものと、それに付随する神学的な音声解説テキストになります。はい。で、最初にお伝えしておきたいんですけど、今回の探求のミッションは、これを聞いている皆さんを怖がらせたりだとか、特定の宗教とか教義を通して信仰を押し付けたりすることでは決してありません。もちろんです。何世紀にもわたって脈々と語り継がれてきたこの過酷な概念がどのような論理的メカニズムで成り立っているのか、そしてそれが人間の心理とか自己中心性、道徳について何を浮き彫りにしようとしているのか、それを客観的かつ徹底的に分析していくことですね。その通りです。さあ、ここから少し掘り下げてみましょう。まずはスライドの1ページ目と2ページ目なんですが、ここからもういわゆる私たちが想像する地獄のイメージとは全然違うんですよね。そうなんですよ。普段私たちが病院で、このままの生活を続けていたら確実に命にかかりますよって厳しい診断を受ける時がありますよね。ありますね。ちょっとドキッとするやつです。はい。あれって医師は患者をいじめて絶望させるために言っているわけじゃないじゃないですか。なるほど。正確で残酷なまでの診断書を突きつけるからこそ、その後に続く、だからこの辛い治療が必要なんですっていう、その解決策の本当の価値がわかるってことですね。まさにそれです。もしちょっと風邪気味ですねくらいに言われていたら、誰も痛い注射なんて打ちたくないですから。今回の神学的な資料も全く同じアプローチをとっているんです。つまり感情的な脅しじゃなくて、徹底的に正確な診断結果として定義していると。で、その診断結果の中身なんですが、一般的なイメージだと、閻魔沢みたいな存在がいて、真っ赤に燃え盛る炎の海があって、鬼が槍でついてくるような拷問部屋のごとく描かれた場所を想像しますよね。します。血の池地獄とかそういうやつですよね。でも、資料ではそれをきっぱりと否定しています。確信はもっとシンプルで、ある意味でより恐ろしいものなんです。地獄とは、すべての善の属性を持つ永遠の創造主から完全に切り離されること。つまり、神からの完全な断絶だと定義しています。物理的な炎とか拷問部屋じゃなくて断絶ですか？それって具体的にどういう状態なんでしょうか？何もない空間にただふわふわ浮いているような感じですか？ここで非常に興味深いのは、これが、お前は悪いことをしたからここで苦しめっていう物理的な罰というよりも、まるで世界の成分分析にかけたらどうなるかみたいなアプローチだという点なんです。スライドの3ページ目ですね。成分分析ですか？はい。キリスト教神学において、神は単なる偉大な存在ではなくて、光とか愛とか平安といった全ての善きものの源泉そのものだとされているんです。つまりその源泉から完全に切り離されるということは、世界から光や愛といった善の要素を 100% 抜き取るということですか？その通りです。光という成分が完全に欠如するから、そこは外の暗闇になる。愛という成分がなくなるから、共感とか思いやりが一切存在しなくて、憎しみと孤独だけが支配する社会になる。うわ、それはきついですね。さらに、平安が抜き取られるから、一秒の休息も安らぎもない永遠の疲労と絶望だけが残る。その純粋な真空状態こそが地獄だという論理なんです。善の要素が完全に抜き取られた真空状態。これ資料の4ページ目にウィテカー博士という方の臨死体験が紹介されていましたよね。はい、ありましたね。それが単なる暗い場所ではなくて、
なんか絶対0度の恐怖と底知れぬ落下を感じる空間で、神の恵みが 1% も残っていない絶対的な虚無だったと。ちょっと想像しただけでもゾッとしますよ。誰もそんなところには行きたくないはずですよね。ですよね。いや、ちょっと待ってください。ここですごく矛盾を感じるんですけど、そんな凄まじい虚無空間になんで人は行くことになるんですか？強制的に突き落とされるわけじゃないなら、誰が自らそんな場所を選ぶんですか？そこがこの資料が提示する最も深い心理学的な洞察の一つなんです。スライドの5ページ目なんですが、ここで無法、つまりアノミアの心という概念が登場します。アノミア、ルールがない、無法ってことですか？はい。人間は命とか空気、水、美味しい食べ物、誰かからの愛情といった神からの恩恵はフルで享受したいと願うんです。まあ誰でもそうですよね。でも、その一方で神の権威とかルールには絶対に縛られたくない。自分の人生の主人は自分でありたい。私から自由になりたいと強く願い続ける。これがアノミアです。なるほど。ちょっと私なりのアナロジーで言わせてもらうと、これって実家に住んでいるティーネイジャーみたいなものですよね。ほう、どういうことですか？親の家の上に住んで、親が買ったご飯を食べて、親が払っている Wi-Fi を使い放題使っているのに、自分の部屋には鍵をかけて、親が話しかけてきたら、うるせえ俺の人生に干渉するなって叫んでる状態というか。はは、非常に的確な例えですね。まさにそれです。で、その子供が最終的に干渉されるくらいなら家を出ていくって決意したとき、親はどうするでしょうか？まあ、本人がそこまで言うなら好きにしろってなりますよね。神学的な論理では、神は人を無理やり自分の家に縛り付けたり、地獄に突き落としたりするわけではないんです。私から完全に自由になりたい。私抜きで存在したいという人間の意思を究極的に尊重して、分かった。あなたの望み通りにしようと宣言する。その結果が、すべての恩恵が撤回された神の不在という状態なんですね。恩恵だけはもらって、口出しはしないでくれっていうのは確かに都合が良すぎますけど、でもここからが本当に面白いところなんですけど、資料には殺人鬼とか凶悪犯だけじゃなくて、社会的に立派な善行家すらもそこへ行く可能性があるって指摘されているんですよ。はい。そこは非常に重要かつ問議を醸すポイントですね。これ現代の私たちの感覚からすると、いくらなんでも理不尽じゃないですか。孤児院を建てたり莫大な寄付をした素晴らしい人が、なんで連続殺人鬼と同じ真空状態に行かなきゃならないんですか？人間の目から見れば、善行や社会的地位で評価されないというのは厳しすぎるし不公平に映りますよね。ちょっとなんか神様心が狭すぎませんかって思っちゃいます。しかし、人間の行いを神の基準という顕微鏡で覗いてみるとどうでしょう。どんなに立派に見える善行活動にも、人から尊敬されたいとか、歴史に名を残したいといった自己顕示欲や、見返りを求める不純な動機がほんのわずかでも混ざっていませんか？確かに。完全に 100% 純粋な動機だけで行動しているかと言われると、いやー、自信がないですね。絶対的な軽やかさの批准から見れば、一滴でも泥水が混ざったコップの水は、もはや純粋な水とは呼べませんよね。不純物だらけの汚れた水と同じだという判定になるんです。なるほど。どれほど善行を積んでも、その根底にアノミアの心がある限り、その人は自ら神からの断絶を選んでいることになると。行いの大小ではなくて、心の向きの問題なんですね。その通りです。では、仮にそれが自分が選んだ道だったとしてもですよ、なんでそこまで苦しまなければならないんでしょうか。単純に無になって消滅する方が自然な気はするんですが。スライドの6ページから、そこでの精神的なメカニズムが解き明かされていて、また違った恐怖があるんです。聖書の金持ちとラザロの物語が引用されていましたね。ありましたね。生前贅沢の限りを尽くして門前にいた貧しいラザロを無視し続けた金持ちが死後に苦しみの場所へ行って遠く離れた平和な場所にいるラザロを見るという話ですよね。はい。そこには越えられない大きな淵があると描かれています。自分が生前に拒絶して永遠に失ってしまった幸福や真理を目の前で見せつけられ続ける絶望。これって究極の精神的拷問ですよね。で、スライド7ページ目で気になったのが、決して死なない虫という表現です。非常に象徴的な言葉です。私も最初は、なんか本物の虫が這い回って体を食いちぎるようなグロテスクな物理的描写かと思ったんですよ。でも違いました。
これは生前の記憶が完璧に保たれて一切のごまかしが効かない精神的苦痛を指しているんですよね。その通りです。私たちは生きている間、どんなにひどいことをしても、時間が経てば忘れたり、あの時は仕方なかったんだって自己正当化したりして、良心を麻痺させることができますよね。人間の脳にはそういう防衛本能がありますからね。しかし、そこではその防衛機能が一切働かないんです。資料には、突然亡くなった少女のエピソードがありました。自己死した少女の話ですね。生前信仰を持つ機会があったのに、明日改めればいいわって後回しにし続けて、そのまま亡くなってしまった。ええ。彼女は死後も永遠に明日改めればいい、明日改めればいいとつぶやき続けている。これって私たちの日々の滝延ばしの心理を極限まで拡大したような恐ろしさがありますよ。外からの炎で焼かれるんじゃなくて、あの時こうしていればという純粋な後悔が、良心の火弱となって内側から精神を食い破り続ける、まさに死なない虫です。そしてスライド8ページ目でももう一つ象徴的なビジュアルが提示されていました。幻の救いのドアを叩き続ける群衆の姿です。はい。彼らはもう機会が永遠に失われたことをはっきりと知りながら、過去の記憶の中にあるドアを狂ったように叩き続けるんですよね。でもこれどういう意味なんですか？私なんかは単純に疑問に思うんです。と言いますと、そんなに苦しくて後悔しているなら、今からでもごめんなさい、私が間違ってましたって悔い改めればいいじゃないかって。それは誰もが抱く真っ当な疑問です。しかし、神学的な見解として、極限状態に置かれても真の悔い改めは決して起きないと資料は断言しているんです。起きないんですか？なんでですか？苦痛があれば人間って普通は折れるものじゃないんですか？先ほどの金持ちとラザロの物語をもう一度思い出してください。炎の中で苦しむ金持ちは水が一滴欲しいとへりくだっているように見えます。しかし彼のセリフを注意深く読むと、天国にいるラザロに向かって、あいつに水を持たせてここへよこせって命令しているんです。ああ、本当だ。環境が最悪になっても相変わらずラザロを召使い扱いしているんですね。自分が悪いとは一言も言っていないし。そうなんです。自分の方が偉いという傲慢さや特権意識は全く変わっていないんです。解説テキストでは、あるエイズ患者の実例も挙げられていました。ありましたね。死の恐怖と絶望的な肉体的苦痛の中で、その人は最後に神に助けを求めるどころか、縁石に頭を激しく打ちつけて、血を流しながら神を呪って亡くなったと。苦痛は人を素直にするわけではないんです。むしろ、愛されていないと感じる極限の苦痛は、人を被害者にし、怒りを増幅させます。つまり地獄というのは、罪人を反省させて更生させるためのリハビリ施設ではないということですね。その通りです。もし仮に神が今すぐそのドアを開けたとしても、彼らは自分のプライドを抱きしめ、こんな目に遭わせたお前が間違っていると自己の正しさを主張し続けるでしょう。そこは行き場を失った怒りと憎悪の終着地として描かれているんです。なるほど。人間のエゴの恐ろしさを突きつけられますね。でも、ここでもう一つどうしても納得しがたい圧倒的な壁。スライド9ページ目の永遠という名の究極の絶望にぶつかります。スケールの話ですね。ここで紹介されていた比喩、本当に言葉すら見つからないほどのスケールでしたよね。そうでした。地球全体が砂でできていて、100万年に一度、1羽の小鳥がやってきて砂を一粒だけ持ち去り、気が遠くなるような時間です。その小鳥が地球の砂をすべて運び去るほどの途方もない年月が過ぎたとしても、永遠はまだ始まったばかりに過ぎない。想像を超えています。はい。でも、人間の有限の人生、たかだか80年やそこらで犯した過ちに対して、無限の刑罰を与えるというのは、いくらなんでもバランスが取れていないように感じませんか？これでは神がただの執念深い暴君に見えてしまいます。これを大きな視点と結びつけると、キリスト教神学上の絶対的な正義と聖性という概念が見えてきます。少し想像してみてほしいんですが、神という存在を、一切の汚れやバクテリアが存在しない完全な無菌質のようなものだと考えてみてください。無菌質。ほんのわずかな細菌も許されない絶対的にクリーンな空間ですね。そして罪の重さというのは誰に対して犯されたかで決まるという論理なんです。例えば、あなたが誰もいない空き地に向けて石を投げるのと、国の法律の象徴である裁判所の窓に向けて投げるのと、あるいは一国の国王の顔に向けて石を投げるのとではどうでしょう。なるほど。石を投げるという行為自体は全く同じでも、対象の権威や価値によって罪の重大さが指数関数的に跳ね上がりますね。その通りです。
無限の価値を持ち、完全に聖なる創造主に対する反逆は、人間の目にはほんの小さなプライドや傲慢さに過ぎないように見えても、神のスケールから見れば無限の罪とみなされるのです。ということは、その無限の罪に対する公正な裁きは、無限の刑罰でなければ計算が合わないということですか？ええ、非常に緻密な論理体系なんです。神が怒り狂っているから永遠で罰するのではなく、完全な愛の存在であるからこそ、同時に完全な正義を執行しなければならないというパラドックスです。単なる愛の欠如した空間ではなくて、神の厳格な正義が証明される場所だということですね。いやー、ここまで聞いてきて本当に胸が苦しくなるような過酷な現実ばかりでしたが、なんで彼らは今日までこの教義を脈々と語り継いできたんでしょうか？その真の目的が最後のスライド10ページでようやく明かされます。それがパラシュートの比喩ですね。これですね。私たちの人生はエンジントラブルでもうすぐ墜落することがすでに決まっている飛行機のようなものだという強烈な例えです。ええ。もし普通に飛んでいる飛行機の中で突然この重くて不格好なパラシュートを背負いなさいって渡されても、周りの目も気になりますし、なんだこれ邪魔くさいなーって外してしまいますよね。絶対外しますよ。でもこの飛行機は間もなく確実に墜落します。助かる唯一の逃れの道は今ここにあるこのパラシュートだけですって宣告されて、その事実をはっきりと理解したらどうでしょう？他人の目なんて一切気にならなくなりますよね。どんなに不格好でも全力でそのパラシュートにしがみつくはずです。その通りです。歴史を通じてこの警告や診断書がこれほどまでに残酷な形で突きつけられてきたのは、人々を恐怖で支配するためじゃないんですよね。今すぐ背負わなければならないキリストの十字架というパラシュートの真のありがたみを、飛行機が墜落する前に、つまり生きている間に気づかせるためなんです。死の境界線の向こうにはパラシュートを配ってくれるセカンドチャンスはありませんからね。自分がどれほど致命的な状況にいるかを理解しなければ救いの価値は絶対に理解できない。現在の危機の重大さを認識させるための不可欠なプロセスとしてこの教義が機能しているという結論です。いやー、本当に深いですね。今回解剖した地獄の論理構造は単なる古い宗教的教義にとどまらず、私たちが普段目を背けている自己中心性やごまかし、プライドについて非常に鋭い洞察を与えてくれます。ええ。解説テキストの最後にあった思考実験がまさにそれをついています。普段私たちが厳しい現実の中でも自分というアイデンティティや精神の正気を保てるのってなぜだと思いますか？なんでしょう？それはただ過去の記憶があるからだけではないんです。明日への希望や今の自分はダメでもこれからは変われる可能性が存在しているという未来へのベクトルがあるからです。なるほど。ではもしその未来への希望や変われる可能性が1ミリも残らず完全に剥奪されて、逃げ場のない純粋な過去の後悔と自分のプライドだけで構成された意識空間にたった一人で置かれたとしたら、意識だけは極めて明瞭なまま、ただ永遠に過去の自分の選択を反芻し続ける。その逃げ場のない自己との直面が人間の精神に何をもたらすのかを想像すると、本当に言葉を失いますね。あなたの人生という飛行機において、あなたが邪魔くさいとか他人の目が気になるって言って目を背けている不格好だけど命を救うパラシュートとは一体何でしょうか？正確で厳しい診断書を開いたからこそ見えてくるものがあるはずです。ぜひこの続きはあなた自身の思考で探求してみてください。お相手は私たち2人でした。